こんにちは、T スタイルです。今日は Z33 を購入しようとしている方に向けて Z の年式とグレードによる違いを説明していこうと思います。まず Z33 の簡単な説明をしますと、 Z33 にはクーペタイプとロードスタータイプがあります。ロードスタータイプはオープンになるモデルで、 Z にはクーペだけでなくてオープンを楽しめるモデルもあります。トランスミッションは5速 AT と6速マニュアルがあります。次にグレードについて説明していきます。 Z33 のグレードには標準車、バージョン T、バージョン S、バージョン ST があります。他にもタイプ F、タイプ G、バージョン NISMO などの特別仕様車も用意されています。それではグレードの説明をしていきます。バージョン T は標準車に電動のカワシートがついたグレードになります。カワシートだけでなくて BOSE サウンドシステムというオーディオもついてます。次にバージョン S になるとブレーキがブレンボ仕様になります。そしてバージョン ST になるとブレンボブレーキとカワシート、BOSE サウンドシステムが全てついた仕様になります。また他にも標準車とバージョン T にはトラクションコントロールシステムが搭載、バージョン S とバージョン ST には横滑り防止装置も含めた VDC という安全装置が搭載されています。次に年式の違いについて説明していきます。Z33 には前期型、中期型、後期型の3種類があります。それぞれ違いがあるので年式の違いを説明していきます。僕の Z は中期型に当たるので、僕の Z の中期型をベースに説明していきます。前期型と比較して変わったのはこのヘッドライト、あとフロントバンパーの形状、リフレクターの形状も前期型から変わっています。そのためこういったリップスポイラーやリフレクターに関しては前期型のものと中期型以降では部品が異なるので注意してください。僕は中期型に前期型のリフレクターを買ってつかなかったことがありました。そして中期型以降から LED のテールランプが採用されています。外装の変更点としては他にもホイールのデザインが中期型以降から変わったりもしています。それでは次に内装を紹介していきます。まず前期型と中期型以降ではドアの内回りも違います。中期型以降からここにドリンクホルダーが設けられています。こういうペットボトルなんかは入るんですが、スターバックスで買ったちょっとおしゃれな飲み物なんかは入れにくい、そんな感じです。僕の Z は中期型なんですが、中期型以降になるとここに柔らかいニーパッドが追加されていたり、あとはセンターコンソールあたりの形状も変わってきます。前期型だとこの辺りにハザードスイッチがあるんですが、中期型以降になるとこの位置にハザードスイッチが移設されています。また前期型ですとここに引き出し式のドリンクホルダー備わっています。中期型以降ではカードホルダーに変更されています。ただカードホルダーといっても非常に容量の少ないもので夢も希望も入らなそうだったので僕は取り外しています。また中期型以降ではエアコンダイヤルのつまみがアルミ調のものに変更されています。外装と内装以外の変更点については中期型以降から車速感応式のパワーステアリングが採用されています。低速時は軽い操作でステアリングの操作ができるようになっています。また中期型以降からサスペンションも変わっています。かっこいい名前のサスペンションになっています。低速時の乗り心地も高速時の安定性も両立したサスペンションになっています。次に年式によるエンジンの違いについて説明していきます。Z33 は前期型、中期型、後期型とそれぞれエンジンに違いがあります。前期型と中期型に搭載されているのは VQ35DE エンジンです。後期型になると VQ35HR エンジンとなって大幅に改良されています。前期型は280馬力、中期型294馬力、後期型は313馬力、どんどんスポーティーなエンジンに進化していってます。見た目で違うところは後期型の VQ35HR になるとインテークパイプがツインになります。そのため吸気効率も上がっています。
また可変バルブタイミングという機構も中期型以降は吸気側排気側ともに搭載されています。このように年式によってエンジンに違いはありますが、どの年式でも十分なパワーを持っています。 Z33 後期型の HR エンジンはエンジン自体の高さもあるので、ボンネットにパワーバルジという膨らみが設けられています。中期型と後期型で外観が違うのはボンネットのパワーバルジの部分で、あとは外観上の違いはないです。 Z33 は年式やグレードによっていろいろ違いがあるんですが、ぜひ自分にぴったりの1台を見つけてほしいなと思います。ということで今日は Z33 の年式とグレードによる違いについて話してみました。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。